熱。熱。いつかあなたは男女を率いて持てる力のすべてを出し尽くすよう求めるでしょう。あなたは彼らに挑戦させ、鼓舞し、最高の自分になるよう励ますでしょう。あなたはそれを思いやり、勇気、献身、確信、そして誇りを持って行うでしょう。あなたは常に彼らを第一に考え、自分のニーズよりも彼らのニーズを優先するでしょう。なぜなら、あなたがすることすべては愛を通して行われるからです。いつかあなたはリーダーになるでしょう。私が軍隊を離れた時の最大の苦労は全てでした。私は何も対処できませんでした。就職面接、民間当局、シラフでいること。私は自分が誰なのか分かりませんでした。私は非常に暴力的な人間でした。誰かが私を間違った目で見たら、私はまっすぐにその人の顔にぶつかりました。どうすれば変われるのでしょうか。どうすればこれを変えられるのでしょうか。特に軍隊には構造がなく、彼らはただあなたを放任していました。彼らはまず武装解除せずに核弾頭を海に投げ込むことはないでしょう。ではなぜ彼らは武装解除せずに男たちを軍隊から追い出すのでしょうか。私は成長するにつれて、いつも丸い穴に四角い釘を打ち込んでいるような気分でした。自分が周りに馴染んでいるのかどうか確信が持てませんでした。何かが外に出て自分自身を探し求めたいという気持ちでした。幸せな瞬間もありました。でも父がかなり感情的な性格だったので、いつも恐怖に満ちていました。仕事から帰ってくる父がどんな様子か全く予想がつかなかったのです。陽気な人か鬼のような人か。まあ父は長い間沈黙することが多かったのですが、時折暴力に訴えることもありました。ロンドンのきらびやかな光はいつも人を引きつけていました。私は手を出し始めました。ゴードン・バージェスという男が軍隊に入るようにと少しばかり後押ししてくれました。私は父に自分が軍隊に入るのに十分な強さを持っていることを証明しなければなりませんでした。父は鼻で笑って5分も持たないだろうと言いました。5年間の軍隊の訓練は繰り返しばかりです。繰り返し繰り返し、部隊内でギャングのようなメンタリティを作り出し、軍隊内の他の部隊を憎むようにさえ教えます。何よりも民間人を憎むように教えます。さて、この国の民間人に対してそのような敬意を持っていますか？他国の民間人に対してどのような敬意を持つつもりですか？警備隊の訓練場を出てから数週間後のことでした。ヒースローからベルファストへの初めてのフライトに乗っていました。成長するにつれて、軍隊というものがいかにくだらないものかが徐々に分かってきます。しかし軍隊を離れる見込みは実際に軍隊に入るよりも恐ろしいものです。5年間軍隊にいましたが、全ては彼らのためにやってくれることを忘れてしまいます。軍隊で唯一の危険は殺されることです。最初はよし、これで終わりだという気持ちになります。それから仕事を探そうとすると、どんな仕事があるのかが分かります。職業安定所に行くと、私たちにはこれしかないのかと頭を悩ませます。私は雑用、肉体労働、工場労働をしました。郵便局で働きました。バーで働きました。タクシーの運転手もしました。軍隊を離れてから50くらいの仕事をしました。過去の出来事が私の悩みの種だったことがはっきりしました。母はよく私に話しかけていました。お前はあの嫌々しい父親そっくりだと。私は彼に似ていると答えていました。そして自分がまさに彼と同じだという理解が芽生えました。何年も後にそれが心的外傷後ストレス障害だと分かりました。怒りのコントロールのクリニックに送られ、
自分の気持ちを紙に書き出すように勧められ、それが詩の形を取り始めました。詩を書くことは一種のセラピーだと感じています。人や自分自身、物を傷つけることなく怒りを発散できるのです。アイルランドの歴史を少し読み始めました。アイルランドの状況に対する私の見方が変わり始めました。 Facebook に元 SCS 兵士が女王と国のために戦うことがなぜ良くないのかについて語る記事がありました。私はすぐにそれを見て、ベン・グリフィンという男が話していて、彼は平和のための退役軍人会のメンバーでした。そして彼が言った言葉全てに私は拍手喝采しました。戦争と戦争が起こる理由についての私の考え方は完全に変わりました。今では全ては利益のためだと理解しています。それで私は退役軍人平和協会のメンバーになりました。南アルバニアのベルファストとデリーの人たちの話を聞いて、もし私が、そして私のコミュニティが彼らと同じような立場に置かれて抑圧されていたら、おそらく同じ行動をとっただろうと気づきました。スパイクテイク2。また会えて嬉しいよ。元気かい？自宅で聞いている皆さん、少し技術的な問題がありましたが、スパイク、番組に来てくれて本当にありがとう。先ほども言いましたが、あなたをゲストとして迎え、送ってくれた情報のいくつかを見て、とても感情的な経験になりました。正直に言うと、自分の人生がどこに向かっているのか、たくさんのことを疑問に思うようになりました。もう一度言いますが、それは良いことだと思いますよね。でも、スコッツガーズについて話しましょうか。私は1980年に入隊しました。入隊した時は20歳でした。当時、私はロンドンに住んでいました。ベイズウォーターの学生寮に住んでいました。警備員として働いていて、上司は元スコッツガーズでした。当時の私の進路は薬物中毒への急激な転落でした。長い間マリファナを吸っていましたが、ヘロインに手を出し始め、それを数回使用しました。この人は私の進路を見て、軍隊に入るようにほとんど後押しとまではいかなくても奨励しました。16歳の時に試しましたが、学校をかなり休んで TR をプレイしていたので入隊できませんでした。18歳の時に試したのですが、その頃には暴行罪で告発されていて、軍隊の暴力的な男たちはそれを許してくれませんでした。それで、20歳でようやく入隊できたのですが、上司のゴードン・バージェスという男のおかげでスコッティッシュガーズに入隊しました。それで、1980年の春、私はガーズデポにいました。私は10代の頃、士官候補生だったので、少し軍隊経験がありました。それで、どういう流れになるか、大体分かっていました。そして、ゴードンという男からたくさんのアドバイスをもらいました。目と耳を開いて、口を閉じておけ。と、口を閉じておくのは私にはかなり難しいです。それで、1980年にガーズデポに着きました。そして、訓練が始まりました。それで、ブライトのデポスパイクはどこにあるんですか？すみません。出口を過ぎていない私たちのような人にとって、それはどこにあるんですか？それは、ロンドンを時計に例えると、ブライトはだいたい8時です。短い針が8時を指しています。M25 を時計に例えると、右下、すみません、8時です。軍隊にいた時も人を誘導するために時計を使いましたよね。2時9時、つまりロンドンから8時くらいです。それでスコッツガーズはイングランドで訓練しているということですか？そうです。彼らは実際には
古内師団の一部です。コールドストリームガーズ、グレナディアガーズ、スコッツ、アイリッシュ、ウェルシュガーズ、そして古内騎兵隊です。それらはすべて私の時代から今では統合されていますが、当時は純粋に衛兵と騎兵のみを対象としていました。つまり22週間の訓練プログラムでした。基本的にはパリの海兵隊と同じですが、最後に完全に使用可能な飛行機から飛び降りたりはしません。それで春に、そして私たちはおそらく1980年の春の終わりか夏の初めに入隊し、1981年の1月、2月、3月に訓練を終えました。そして最初の任務はベルファストでした。でも軍事訓練について話したいのであれば、喜んでそれについて説明します。そしてリスナーのためにあなたの経歴を少し聞きたいのですが、私たちがどこから来たのかは、私たちがどこへ向かうのかにとって非常に重要であることは明らかです。特に君や僕みたいな明らかに旅をしてきた男たちにとってはね。ちょっと後でもっと掘り下げて話そうと思うんだけど、まず最初に聞きたいのは、衛兵ってあの大きな熊の皮の男たちなの？あれはなんていう名前なの？名前があるんだよ。いや、ビール皮って言うんだ。まあ、子供の頃はバズビーとかなんとかって読んでたと思ったんだけど。いやいや、あれはもっとずっと小さくて形も違うんだ。あがが平らで、熊の皮って呼ばれてるんだ。なるほど。でも実際にはビール革で作られてはいないんだ。昔はそうだったらしいけど、今は合成素材なんだ。ロンドンのウィンザー城で儀式の任務に就くときだけ着るんだよ。エディンバラ城でやっているかどうかはわかりませんが、公務の時だけチュニックと熊の毛皮、またはグレートコートと熊の毛皮を着るんです。バッキンガム宮殿やジェームズのウィンザー城、ロンドン塔などですね。だから、この衛兵になって最初の3年間は、熊の毛皮を見たことも着たこともありません。最初の寄港地はベルファストで、その後2度、年間香港に行ったので、最初の3年間は儀式的な任務は何もしていませんでした。だから、あの熊の毛皮は、頭につけられるものの中で一番不快なものです。それで、紅衛兵はスパイクを撃つのですか？私の無知ゆえに、それは伝統的に女王を守るという意味ですか？でも明らかにセント・ジェームズ宮殿でこの衛兵の前を通る人たちについてよくコメントを聞きます。あれは本物じゃない。兵士たちというのは真実とはかけ離れています。私たちは世界中で活動していましたが、スコットランド公営連隊はマレーシアでの行動でかなり悪い評判を得ました。スコットランド近衛連隊によってそこでいくつかの残虐行為が行われました。すごいですね。海兵隊も宮殿で儀式の任務を遂行します。それ、ローテーションで行われているようなものですよね。すべての連隊ではないと思います。グリーンジャケット連隊も時々儀式の任務を遂行しますし、ギルカ連隊もそうです。ですから、私たちは彼らをチッピー連隊と呼んでいますが、これは近衛連隊以外のものに対する別称です。連隊間のライバル関係について話を進めましょう。なぜなら、基本的に基礎訓練は他の連隊、海軍、空軍、さらには自分の小隊内、つまり自分の中隊内の他の小隊や中隊と競争するように奨励されるギャングのようなメンタリティにあなたを駆り立てることだからです。それが州兵や陸軍のやり方です。民間人を憎むように教えられましたか？ほぼそうです。彼らは C ワードと呼ばれていました。C ワードを使ってもいいですか？言葉です。ちょっと躊躇します。面白いことに YouTube 動画の最初の15分でそれを使うと動画が収益化されなくなるからです。まあ、バセリ言葉は控えますが、民間人でした。また来週の火曜日に。そういうわけで彼らはそう呼ばれていました。パリでも同じだと思います。海兵隊についてはよくわかりませんが、基本的に軍隊全般では民間人を劣った存在として見下すように奨励されています。昇進して兵士、州兵、海兵隊員、オウムになると民間人は自分より下の存在になります。
自分の民間人に対してもそのようなレベルの軽蔑を抱くようになります。海外に行ってパトロールや侵略する国の先住民に対してどのようなレベルの軽蔑を抱くのでしょうか。そしてあなたは入隊について話しましたね。話を戻しましょうか。私はいつも子供時代について人に尋ねるのが好きです。主な理由は現在自殺が蔓延しているからです。元軍人が非常に高い割合で自殺しています。もちろん私やあなたにとっては当然のことですが、見ている人々にとっては政府は何も対策を講じていません。私は PTSD の件について光を当てようとしているだけです。そして私がますます明らかにしてきたことの一つは、私たちの多くが傷ついた背景から入隊したということです。つまり傷は入隊前にすでに負っていたのです。間違いなく。私は1960年に生まれました。つまり第二次世界大戦が終わってからわずか15年後です。ですからそれはまだ年配の人々の心に深く残っていました。私の父は明らかに終戦直後に海軍にいました。ですから私たちは兵士になるということは何かになることであり、兵士は勇敢で勇気があり、恐れを知らないなど、ハリウッドが注入した兵士像をすべて受け取っていました。ですから私たちは戦争とは何かというハリウッド版の戦争観で育ちましたが、それは戦争を見る上で完全に間違った見方です。ですから私たちはアクションマン人形とジョニーセブン機関銃を持って育ちました。私たちは外で兵隊ごっこをし、ジョン・ウェインが出演する戦争映画をすべて見ました。ジョン・ウェインが歯にペンキをつけて大西洋を泳ぎ渡り、ヨーロッパ全体を邪悪なナチスから救ったと思っているでしょ。でも実際は私たちは皆ロシア人とインド人に多大な恩義があるんです。それで、そういう考え方で育つわけです。それにあの頃は子供への暴力も許容されていました。そして残念なことに私の父は非常に攻撃的で暴力的な男でイギリス人でした。彼がイギリス人だったことをわざわざ言うのは、彼がロシアで海軍にいた時に母と出会いすぐに結婚したからです。それで彼は50年代にグラスゴーに住むイギリス人になったのですが、それは良いことではありませんでした。それで私たちは最初からよそ者で、母には2人の姉妹がいて、それから5年以内に私を産みました。それで父は長い間沈黙する傾向がありました。彼はご存知のように落ち込んでいました。彼自身も苦しんでいたのですが、当時私たちはそれを知りませんでした。だから彼の機嫌がどうなるか全くわからなかったので、私たちは彼の周りをとても気を使って歩いていました。彼はただそこに座ってテレビを見ながらくすぶっていて、もし彼が物音を立てたら黙ってドアを閉め、時折暴力を振るうことがあり、その場合私と妹たちは殴られたり、庭の杖で鞭打たれたりしました。それで外の通りでさえ父がイギリス人だったので、成長するにつれて F イングリッシュと言ってああと言うと、父がイギリス人だったために私もそうするようになりました。そして父が経験した人種差別、私たちも経験した人種差別、それは人種差別です。私は気にしません。また宗派主義にも触れました。グラスゴーに住んでいたので、プロテスタントとカトリックの根血でスコットランド教会でしたが、父はイングランド教会でした。つまり私たちはプロテスタントでした。そのためプロテスタントの学校に通わなければならず、私が住んでいたアパートのすぐ近くにカトリックの学校がありました。そのため学校から帰宅するとたくさんの勝り合いがありました。お前はプロテスタントだ、お前はプロテスタントだ、などと言われました。私はカトリックだ、カトリックだと反撃しました。そのため子供の頃はとても緊張した環境で育ちました。ですから軍隊に入る前からかなり傷ついていたと思います。学校では暴力や喧嘩がたくさんありました。思い切って言いますが、あなたの父親は、あなたは軍隊ではやっていけないと言ったに違いありません。5分も5年も続かないだろうと言われました。これは私たち人間の間でよくある話ですよね。軍隊に入隊した人の多くは、自分は役立たずで何も成し遂げられないと言われてきました。それで私は軍隊に入隊してそれを証明してやると。ああ、そうです。
全くその通りです。父だけでなく、学校の先生からもそう言われました。私は頭が良くなかったんです。学校では集中できませんでした。ただ、窓の外を見て、ベルが鳴って、この監獄から逃げ出せるのを待ち望んでいました。先生が延々と指示やあれこれと頭を混乱させようとするのが嫌だったんです。それで、ここから出たいと思いました。私はただの子供です。子供の最初の5年間は走り回ったり話したりするように奨励され、その後の10年間は座って黙っているように奨励されます。それが教育制度です。言葉による侮辱や身体的な暴力、路上での喧嘩が絶えませんでした。人生で何回喧嘩をしたかなんて数えきれません。鼻や傷跡を見ればわかります。ドナーさん、ありがとうございます。あなたの幼少期はかなり大変だったようですね。それが、あなたが軍隊に入隊した理由の一つなんですね。基本的にはそうです。父の間違いを証明するために、私は幼い頃から軍隊に入隊する準備をしていました。他に道は見えませんでした。当時の広告や旅行、タフであることなどに惹かれましたが、ほとんどは父の間違いを証明するため、そして自分が訓練を乗り越えるのに十分なタフさを持っていることを証明するためでした。その時代にフォールランドにいたのですか？それはありがたい。私は1980年に入隊したんだけど、当時スコッツガーズには2つの大隊があったんだ。第1大隊と第2大隊。さっき話したゴードンっていう人が私に軍隊とスコッツガーズに入隊するように勧めてくれたんだけど、アイルランドのベルファストでの任務が終わったら、香港での2年間の任務が控えていると前もって教えてくれたんだ。それで私も参加したいと思ったんだ。アイルランドに行かなかった人たちはスコッツガーズ第2大隊に入隊した。もちろん1982年にフォールトランド戦争が始まった。私が言うところのマーガレット・サッチャーの80年代初頭の選挙キャンペーンの一環だった。スコッツガーズ第2大隊はフォールトランドに行った。幸いにも私たちは当時香港にいたから、あの恐ろしい流血沙汰には巻き込まれずに済んだんだ。ご存知のように人々は理解できていないのですが、先ほども話したように、あの戦争以来自殺した男性の方が多く、戦争中に亡くなっています。これはイギリス側の犠牲者についてのみで、アルゼンチン側の犠牲者は含まれていません。つまり白兵戦だったのです。それは恐ろしい流血の惨事でした。そして酒に溺れて死んだ人、薬物の過剰摂取で亡くなった人、結婚生活が破綻した人、虐待を受けた人、子供を殴った人、家に帰って家庭内暴力に苦しんだ人は含まれていません。莫大な犠牲でした。そうです。たった一人の女性と一人の男性が再選されるためだけに。アルゼンチンの男性はあの戦争を背景に選挙に勝ちました。サッチャーもあの戦争を背景に選挙に勝ちました。なぜなら彼女はそれ以前は世論調査で全く支持されていなかったからです。ちょっとした虚勢や愛国心で人々の心をいかに操ることができるか、本当に驚くべきことです。ご存知かもしれませんが、私は以前は平和主義者だと言っていましたが、そういうのをやめるように言われました。反戦主義者と言うべきだと。私が何者であろうと、それが私です。そうです。私は自分を平和主義者とは呼びません。誰かが私をからかうようなら、私は正面から立ち向かいます。でも私は平和活動家です。一方が他方と矛盾するとは思いません。ただ、私は用語が下手なだけです。私は戦争は全て大きなゲームだと思います。全て仕組まれていると思います。全て不正操作されていると思います。歴史を少し見れば、誰がこれらの戦争から利益を得ているかがわかりますよね。でも私が行き詰まってただ両手を上げるしかないのは、フォークランド紛争のような事態が起きた場合、何が起こるのか私には分かりません。つまり、例えばガウシエリ氏や誰かがあの人と同じ私立学校に通っていたかどうかは分かりませんよね。彼らが通っていたと言っているわけではありません。ただ、
一般の人としてこうした出来事の背後にあるより深い事情を知ることは決してできないということを言っているだけです。しかし、もしそれが額面通りに受け取られ、傲慢なアルゼンチンの独裁者がサッチャーのように2期目の大統領選に出馬しようとしていただけだったとしたら、そこで何ができたでしょうか。アメリカが介入しました。詳しいことはわかりませんが、あなたとほぼ同じです。アメリカが介入し、平和的な解決にあと一歩まで迫りました。しかし、サッチャー首相は、トランペットの音と旗を振る人々、キーサイドの人々が、若い兵士たちがワールドカップに出場するために出発すると考えていたあの機動部隊が、平和的解決の瀬戸際にあったことを知っていた。もし彼らが無傷で帰還したら、彼女は終わりだ。彼女はゲームオーバーだ。だから彼女はベルグラノ号を沈めた潜水艦に送った電報で、この3つの言葉で戦争が確実に進むようにした。その3つの言葉は、グラノ号を沈めろ、だった。潜水艦の名前は忘れたが、彼らはグラノ号が排除区域の遥か外側にいて、アルゼンチンに向かっているというメッセージを返信した。そして、ベルグラノ号を沈めろという3つの言葉の命令が返ってきた。それは、もし機動部隊が無傷で帰還したら、彼女は終わりだと知っていたからである。彼女はその戦争を政治的利益のために利用した。彼女は自分の地位を維持するために、あの若い男たちを皆、残忍で恐ろしい死に犠牲にした。サイコパス。絶対的なサイコパスだ。それで、私はかなり腹が立って、自分がかなり怒っているのが分かった。私たちは地球上で最も賢い動物であるはずなのに、なぜこのような状況でそれを示さないのか。唯一の回避策は、この大規模な若い男たちの部隊を動員し、そして彼らを危険にさらすことだった。そしてもちろん、アルゼンチン人にとっても同じだ。そして、私は、どんな戦争でももっといい方法や前段階があるはずだと考えている。彼らは反対者を黙らせたい。ここで実際に何が起こっているのかを理解している人々を黙らせたい。そして彼らは Facebook で私にそれをした。エニグマ暗号を解読した男は誰だったか。彼はゲイだったために歴史から奪われた。つまり、彼らは歴史を消し去り、自分たちの歴史を書くのが本当に上手なんです。事実上消し去られてしまった女性の歴史。女性の功績を男性が横取りしてきた歴史、黒人の歴史、アフリカの歴史、アイルランドの歴史を見ればわかります。すべてが歪められていて、ほとんどが嘘です。歴史は勝者によって書かれるんです。まさにその通りです。ジョージ・オーウェルが言ったように、過去を支配すれば未来を支配できるということですよね。マルコム X も同じことを言っていました。マルコム X は、マスコミは平和主義者を憎ませ、サイクルを崇拝させるだろうと言っていました。まあ、それは私の言葉ですが、そういう意味で彼らは嘘をついている人を信じさせ、歴史上の預言者のように真実を語っている人を信じさせないようにするんです。つまり、あなたがキリスト教徒なら、イエスに何が起こったかを見てください。もしあなたがそういうことを信じるなら、真実を語ったために十字架にかけられるようなもので、それは今も起こっている。ここ数年、ジェレミー・コービンに何が起こったか見てみろ。何年も続いた信じられない中傷キャンペーンで、もちろんそれはうまくいった。なぜなら、ボリス・ジョンソンみたいなドーナツみたいなやつが責任者になったからだ。どうしてそんなことが起こるんだ？でも、コービンが当選していたらどう思う？私は投票しなかっただろう。私を奴隷のままにして、これらの社会病室者を金持ちのままにしておくことだけを目的とするシステムには投票しない。私の家族の歴史は奴隷制だ。信じられないかもしれないが、私の家族の歴史は自由を手に入れた。私たちは仮想階級のバイキングだった。そう。
そして私が自由を手に入れたというのは、今日ここに私がいて、もうバイキングの奴隷ではないからだ。だから、ちょっと馬鹿げたことを言っているかもしれないが、要はこうだ。私は奴隷になることを志願するつもりはありません。絶対にありえません。そして、投票箱に行くたびに、私の意見では、あなたを奴隷のままにしておくだけでなく、これらの人々があなたを憎んでいるシステムを永続させているだけです。彼らはあなたを憎んでいます。彼らはあなたを愛していません。彼らはあなたとあなたの家族全員が全滅することを何よりも望んでいます。そして私たちはどうするのでしょうか。私たちはまた彼らに投票に行くのです。ご存知のように、それは狂気です。選択の幻想です。しかし私は前回の選挙で投票しましたが、労働党には投票しませんでした。コービンに投票しました。しかし今振り返ってみると、かわいそうな彼が投票しなくてよかったと思います。なぜなら、中傷キャンペーンはずっと続き、今起こっている縁故主義の問題で、彼は殺されていたでしょう。しかし、彼が当選したらどうなるか知っていますか？脅迫が出てくるでしょう。下降局面がやってきて、反対派は以前よりもさらに増えるだろう。圧力はどんどん上がっていく。圧力が上がって、次にコービンが核ミサイルとサウジアラビアへのジェット機の売却に署名する。つまり何も変わらなかっただろう。ネルソン・マンデラと同じだ。彼は南アフリカの大統領になった時、私たちの時代の最大の英雄の一人として分類されている。彼が最初にしたことの一つは、南アフリカ空軍用のジェット機を製造するための大規模な武器取引に署名することだったと思う。いやー、謝らないでくれ。ただ、大まかな例を挙げているだけだ。彼らは皆、同じ大きなギャングの一員のようだ。まあ、彼らは操り人形だろう。彼らは操り人形だ。操り人形だけではなく、臆病者でもある。臆病者と操り人形は同じ文に含めたくない言葉で、ましてや議会には絶対に入れたくない言葉です。まあ、波風を立てるような人は大抵何らかの形で排除されます。JFK はその完璧な例です。スパイク、香港について教えてください。あそこはどうでしたか？私は香港に4回行ったことがあり、あそこで1年間住んでいたので、かなり興味深い経験でした。もちろん最初は、あそこへ飛行機で行った時はとても興奮していました。21歳。にしては、ここはエキゾチックな香港でした。大体の残りのメンバーは全員20代前半で、10代の若者もいました。それで、デレクの駐屯地でスタンレーフォートに移動しましたが、すぐに正直に言うとかなりホームシックになりましたが、宿泊施設はひどい状態でした。ネズミやゴキブリがいて、掃除するのに半年くらいかかったんだ。それに警備員だったから、外に出るときはスーツとシャツとネクタイを着なきゃいけなかった。外は100度もあるんだぞ。つまり何を着ればいいんだ。それに酔っ払って倒れるときにスーツを着ていようが、短パンと T シャツを着ていようが、何が違うって言うんだ。どっちにしても酔っ払いに見える。だから俺たちのほとんどはベルファストでの経験からまだ興奮状態だったんだ。そう、パブが夜通し開いてたからさ。もちろん、それは俺たちにとって全く新しいことだった。ある時、中隊の総長が左翼を集めて、いいか、お前たちは若い。それはわかるが、お前たちはバカみたいに飲んでいる。少し落ち着く必要がある。と言ったんです。私たちは落ち着くことを学びました。週末とかに午後から飲み始めるのではなく、夜遅くに飲みに出かけるようになりました。午後から飲み始めて、午前3時か4時まで飲み続け、奴隷して帰ってくることもありました。だから、私がとても体力があったことが、私たちが摂取していたアルコールの量に対処するのに役立ったと思います。しかし、私が軍隊を辞めた後も、それは減速しませんでした。私は馬鹿げたペースで飲み続けました。香港は当時、明らかに横領でした。では、あちらでのあなたの役割は何でしたか？私たちは基本的に国旗を掲げ、新領土で働き、不法移民を捕まえようとしていました。それで、私たちは新領土の境界、つまり中国本土と中国本土を隔てるシュムシュ川に向かいました。そこには様々なキャンプがありました。
私は上陸用舟艇のパトロールにも参加していました。実際に上陸用舟艇の操縦方法や海上を飛行して船を捜索する方法を学びましたが、中国側に行き過ぎると彼らが機関銃を持って私たちに向かって突進してくるので、イギリス領土に急いで戻らなければなりませんでした。私たちは銃を持っていませんでした。湾仔で飲んだバーを覚えていますか？ええ。クロスローズ、キャット、地下鉄、チャイナフリートクラブ、古いやつ。私たちはアメリカ人と小競り合いをしたり、オーストラリア人もそこにいて、地元のサンゴ街ギャングなどと小競り合いをしたりしました。かなり攻撃的な環境でした。イギリスの国会議員やアメリカの国会議員、香港警察が若い酔っ払いの連中が大騒ぎを起こしている地域をパトロールしていました。ちょっとスパイク失礼だと思わないでほしいのですが、香港のアンダーグラウンドについて読みたい人は、私が湾地で下宿していたことを知っておいてください。私が働いていたクラブは14系トライアドが経営していました。だから下宿していた時にあなたが今説明したようなことをすべて見てきました。喧嘩が勃発するの。中国人は拳の皮がむけて血まみれの手でクラブに入ってきて船員を殺したと言うんです。つまり入ってきたアメリカの船と大喧嘩をしたということです。一度に3000人が上陸していました。そして私たちはヤンキースと喧嘩していない時は彼らとも話をしていました。そして巨大な戦艦や陸上空母の中にも立ち入り禁止区域、黒人区域、ヒスパニック区域、レッドネック区域などそれぞれ異なる区域がありました。私たちは若かったので誰とでも喧嘩していました。向こうが私たちに喧嘩を仕掛けてきたらこちらもやり返しました。どうやら上陸する前に賭博をしたり酒を飲んだりスコットランド公寧兵と喧嘩をしたりしないように警告されていたようです。私たちのことをよく表していますね。でも時々彼らと友達になることもありましたが、それはほんの玉の間の訪問でした。艦隊がやってきて数日後にはまた去っていき、船は乾いているのでみんな荷物を積んでいました。だから上陸するとすぐに狂ったように騒ぎ立てました。それはかなり狂気じみた環境でした。私が働いていたあるクラブには奇妙なルールがあったんです。奇妙といってもドアのそばのポスターに20個くらいのルールが書いてあったんですよ。例えば毛皮禁止とか。正直今見れば理にかなっているんですけどね。でも90年代当時はちょっと待って、何を着ていいか教えてよって感じでした。他にも帽子禁止とかいろいろあったんですが、軍人禁止っていうルールもあったんです。もちろんアメリカ兵がやってくるとドアのところに立ってたんですが、私は身長173センチくらいなのに、そこにいたのは身長190センチ、165センチ、中には170センチもある黒人のアメリカ人。本当に巨大でした。覚えていますよ。それで外交的に、すみません、軍人の方はご遠慮くださいって言わなきゃいけなかったんです。そしたら、どうして俺たちが軍人だってわかるんだよ、この野郎って言われるんですよ。それで私はこう言った。こう言いましょう。香港に1年住んでいましたが、黒人男性を一人も見たことがありません。ましてや、ジョージタウンのスウェットシャツを着た黒人男性3人が並んで通りを歩いているのなんて見たこともありません。そうですね。でも、そういう時は優れた防御スキルが必要だったんですよ。中国人が威嚇するためにやっていたのは、小さなグラスを持ってきて床に叩きつけることでした。つまり、喧嘩をしようとしている相手を威嚇するためです。そういう経験はありますか？グラスをたくさん割ったり、ジェスチャーをしたり。いやー、奇妙なことがいくつかありました。例えば、中国人はすぐに酔っ払って、全員ではない、すみません、それは誇張ですが、私が見た彼らの多くは少しおかしくなっていました。まるで、私たち全員がおかしくなったかのようでしたよね。
でも、それはただ奇妙でした。1分前まではとても穏やかで理性的な人と一緒にいても、電話が何をしているかにかかわらず、まあいいや、放っておいて。ほら。放っておいて。私はただフリックしているだけだけど、まだ見える。でも、そう、彼らは本当に興奮するだろう。すべてが少し良くない感じになるだろう。でも、熱帯地方の話はもう十分だ。海を渡ったベルファストはどうだったか。まあ、明らかにグラスゴー出身なので、宗派主義については認識していた。私はレンジャー・ケルト・プロテスタントのカトリック学校で育った。だから、だから何が起こっているかは認識していたが、IRA にいる少数の狂人が全ての問題を引き起こしているという幻想を抱いてそこに行った。そして、アイルランドの歴史やアイルランドにおけるイギリスの関与について全く何も知らなかった。私は何も知らなかった。だから、そこに到着したとき、私が直面したのは、あなたを憎むコミュニティ全体がいたんです。ニューロッジやマーケットフォールズ地区など、コミュニティ全体が筋金入りの共和主義者の地域でした。そして、これらの人々は、あなたを激しく憎んでいました。私の防衛規制は、彼らを同じくらい憎み返すことでした。でも、アイルランド人が過去800年間経験してきたことについては全く知りませんでした。イギリスがアイルランドに関与してきたのはそれほど昔のことですから。それで、スパイク、アングロアイリッシュの歴史について、そしてオレンジの件がどのように起こったのかについて、ごく簡単に説明してもらえますか。戦争は明らかに全ての戦争と同じように権力を求めて個人が戦い、自分のために戦ってくれる人々を味方につけるものです。それは今日でも起こっています。イギリスは全世界を侵略し、アイルランド人はスコットランド人やイングランドの多くの地域と同様に、この帝国主義に服従させられてきました。ただ現れて、人々を土地から追い出し、税金を課して死ぬほど苦しめ、土地から利益を奪い、人々を貧困に陥れ、人々を追放し、公民権を剥奪し、殺戮とを繰り返し、大陸を蹂躙し、アイルランドは約800年間それを経験しました。それからボーイの戦いがあり、ジェームズ王はスコットランドのプロテスタントを北アイルランド、当時は北アイルランドではなくただのアイルランドに送り込みました。アイルランドの歴史に関して私が知っていることをお伝えしているだけです。つまり土地を耕すためでした。北アイルランドは肥沃な土地で、その他すべてがあり、彼らはそれらすべてを手に入れました。そしてジェームズ王はアイルランド全土にカトリックを広めようとしました。そこでオラニエ公ウィリアム、ジェームズ王に立ち向かおうとし、今ではオレンジウォークなどの歌があります。基本的にプロテスタントが権力を維持するためでした。もちろんもっと深い事情があるのですが、今は詳しく説明できません。ボーイングの戦いなどがありました。それから第一次世界大戦と第二次世界大戦中にイースター放棄があり、1922年にアイルランドは独立の是非を問う投票が行われ、4対1で圧倒的に独立に賛成しました。しかし、北部のプロテスタントは共和国になれば損をするのではないかと恐れていました。少なくとも金融業者はそうでした。彼らは独立すれば仕事を失い、刑務所暮らしになるなどと、プロテスタント全員を説得することに成功しました。人々を怖がらせるのです。人々を恐怖に陥れることは、人々を味方につけるための素晴らしい戦術です。つまり、それが彼らの戦術だったのです。そのため、北アイルランドの多くのプロテスタントは軍事行動を起こすと脅していました。行動を起こして物を爆破したり、その他諸々を始めました。それでどういうわけか、彼らはオルスターの9つの軍を手に入れました。彼らはそれをオルスターの6つの軍にゲリマンダーしました。なぜなら、オルスターの9つの軍をイギリス領のままにしておけば、共和派が多数派となり、
それはロイヤリストやプロテスタントのユニオニストには都合が悪かったからです。それで彼らはそれを6つの郡にゲリマンダーして北アイルランドとなりイギリス領のままにしました。しかし北アイルランド内の共和派は今では北アイルランドと呼んでいますが、ただパイのほんの一切れを手に入れただけでした。彼らは仕事で脇道にそれていました。すべての仕事はプロテスタントに渡り、まともな住宅もまともな土地もすべて手に入れました。もちろん共和派は常に2番目であることに本当に腹を立てていました。彼らは自由になっていました。それでアメリカで公民権運動が始まった時、アイルランド人は立ち上がって、おい、私たちも正しく扱われていないと言いました。私たちはアイルランドのこの地域では二級市民扱いだ。それで彼らは抗議や反乱を始め、もちろんロイヤリストが反乱を起こし、当時の1969年の RU 共和軍は暴力のレベルに対処できませんでした。イギリス軍を派遣しなければならず、私たちは30年以上そこにいました。マイク、興味深い点ですよね。イギリス軍は最初にカトリック教徒を守るために派遣されたのです。全くその通りです。そう言われていましたが、私は退役軍人平和協会に参加して以来、2014年から15回、ベルファストと南アイルランドを追ったり来たりしています。当時活動していた、あるいは生きていた共和派の人たちに話を聞くと、すぐに銃口が彼らに向けられたといいます。そして、私は彼らの言葉を信じています。つまり、プロテスタントとカトリック教徒が隣同士に住んでいたのです。家が燃やされ、人々が焼かれていたので、プロテスタントが引っ越すか、カトリック教徒が引っ越すかのどちらかでした。それで、私たちは最終的に、ベルファスト・デリーサウス市内に、完全に共和派の地域と、完全に応答派の地域を作ったんです。つまり、共和派地域にはプロテスタントはおらず、応答派地域にはカトリック教徒はいないという状況です。ありえない。そして私たちは常に共和派地域をパトロールし、嫌がらせをしました。私は21歳でした。男が仕事に就くと、私は SLR を彼の顔に突きつけました。壁に手をついて、足を蹴って、足首を蹴って、あいつを捜索して身体検査して、この野郎、連れて行け！なんだって。この世代、おそらく2、3世代の人々が、警察国家の軍事支配とでも言うべきものを経験したんです。どうしてそれを民主主義と呼べるんですか？なぜ彼らは座って話し合わなかったんですか？1960年代初頭に話し合えたはずの1990年代後半から中頃にかけての不公平な状況を解決するために何ができたんですか？なぜ30年もの流血と殺戮が必要だったんですか？その時点で ID 協定は成立した。なぜ30年もかかったんだ？スパイク、それはベルファストだけだったのか？君のベルファストでの任務は一度だけだったのか？ああ、そうだ。81年の初め、2年間の駐屯任務の合間に加わったんだ。だから、僕がグアブデポから大隊に加わった時には、みんな1年以上そこにいた。だから、1月から12月までそこにいたのは、1月から3月頃だったと思う。全部で約10ヶ月だ。ああ、それは何年だ？ 1981 年だ。なるほど。では、81年の暴力のレベルはどんな感じだったんだ？まあ、飢餓の時は通常のパトロールで訓練で言うように自分を標的にしにくいようにしていた。市場やロッジのような地域をパトロールするんだ。IRA や NINLA の現役メンバーは全員知っていたし、写真や生年月日、住所なども全部知っていた。それで基本的に私たちはただの地上情報収集隊でベルファストの至るところで作戦を展開していました。つまりみんなが何をしているか監視していたんです。基本的にはビッグブラザーが監視しているような独裁政権のような状況でした。それで基本的にパトロールをしていました。車両パトロール、夜間の徒歩パトロール、昼間は夜は静かになり、その他もろもろ、みんなが何をしているかを見て、情報を選別していました。その情報はすべて本部と情報部に送られ、活動メンバーが何をしているか、何を着ているか、誰と話しているか、どこへ行くか、何時か、など全体像を把握できるようにしていました。
そしてもちろん、ハンガーストライキが始まってボビー・サンズが亡くなると、事態は狂気じみた方向へ向かいました。毎晩の暴動、花びら爆弾、火炎瓶への対処は問題ない。避けるだけだ。大したことじゃない。我々の天敵は爆破爆弾だった。ほら、あの小さなパイプ爆弾。粗雑で本当に粗雑だけど、ものすごく効果的だった。それで何人かの仲間がそれでやられた。死者は出なかった。本当に幸運だった。自殺が1件と重傷者が多数出た。破片が腕と胸に刺さって肺と腕を失った男もいたが、破片による傷のほとんどは下肢か腹部で、黒いボルトが爆発して股間などに当たった。だから本当に恐ろしい出来事がたくさんあって、人をズタズタに切り裂いて、男の叫び声を聞くと、それはずっと心に残る。そして次の日、同じ通りをパトロールしていると、若い子供たちが近づいてきて、あなたの仲間が、聞いたよと言うんだ。クソ赤ん坊みたいに叫ぶんだ。わかるだろ？あの怒りを抑えなきゃいけないんだ。本当にライフル銃の重傷で奴らの顔を殴りつけたいのに、それができないんだ。だから、すごく緊張していた。俺たちの多くは奴らに反対していた。実際そうだった。俺にとってはすごく個人的な問題になった。本当に奴らが大嫌いだったんだ。でも、出所して、歴史やイギリス帝国主義などについて勉強し始めると、もし自分が奴らの立場だったら全く同じ行動をとっただろうって理解し始めるんだ。憎しみのレベルを要約するのは難しい。ベルファストに到着したばかりの頃の逸話を話そう。俺たちが引き継いだ部隊のことだ。ある日、仲間の一人と話していたら、奴らが爆死したって言ってた。それで、奴は路上に死体で横たわっていて、犬を使った事件を覚えてるか？覚えてる？あそこにいる全員じゃないよ。ほら、僕たちが話してる個人でさえ僕を攻撃しようとしてるんだ。最近は、スパイク、言いたいことを言うのが不可能なんだ。どの言葉を使えばいいのかわからないから。もう言葉は適切な参照枠を持っていないんだ。わかるだろ？でも僕が言いたいのは、君を浸透憎んでいることをはっきり示した連中が、犬を君にけしかけたってことだ。覚えてる？ああ、そうだ。犬を撃つために銃を構えている男を見たことがある。それで、この男が僕に話してくれたのはこういうことなんだ。彼の同僚が路上で死んでいて、共和党員って言ったけど、共和党員全員がそうじゃないってことはわかるだろ？でも、この男は犬をその男にけしかけたんだ。犬は、男の足が引きちぎられたところの肉をむさぼり食っていたんだ。そして、この男が僕に話してくれたのは、そう、あの犬が感染したんだ。つまり、彼らは男たちを撃ち、犬を撃ち、まるで当然のようにやったということです。そして、それはあなたにそれを実感させました。そのすべての残虐さ、わかりますか？全くその通りです。でも、あなたがそのような環境で育ち、子供である場合、武装した兵士が家の前を歩いていて、彼らを抑圧者とみなします。彼らは帝国主義の一部だと知っています。猫を噛みちぎって、だから、あなたとあなたの制服は敵、アイルランド人の敵として、彼らはあなたをそう見ていました。そして私は IRA の元メンバーと何度も話しました。ADO の人たちとの会合にも行きました。会合はこのなれ横も行われる予定でしたが、何百人もの人がこの会合に参加したがっていて、それを組織していた男が壁に鎖を張りました。彼女は、いやー、これはひどいことになるかもしれない。
と言いました。元兵士はたった3人しかいなかったから、結局ノースハワードストリートミルでやることになったんだ。ノースストリートミルって覚えてる？今は博物館になってるけど、正式名称は忘れちゃった。俺が駐屯してた場所だよ。だから初めてベルファストに戻った時、実際にこの場所を訪れたんだ。グッドパークはもうほとんどなくなってるけどね。ノースハワードストリートミルを訪れたんだ。ディーゼル燃料を補給して安全を確保してたのを覚えてるよ。博物館になってるけどね。とにかく彼らが話してて、明らかに現役メンバーが統一軍とかそういうのより前に兵士を始末することが奨励されてたって言ってたんだ。俺はみんな同じ扱いしてた。俺の視界に入ったやつは誰でも撃つってね。だから彼らの目にはイギリス帝国主義とイギリスの抑圧に対するゲリラ戦だったんだ。だからロイヤリストコミュニティと同じように憎しみはすごく幼い頃から煽られてるってことがわかるだろう。まあほぼ同じように学習された行動なんだ。イスラエルとパレスチナのように。あそこはもっと極端な状況だよ。だからもし君が育ったら4歳か5歳くらいの子供が石を投げつけてくるんだ。何かに当たる頃にはあの小さな子たちはかなり正確に投げつけるんだ。ほら、土地の後ろに座って20メートル離れたところから石を投げて頭を叩くんだ。それで彼らはどうやって対処するんだ？どうやって乗り越えるんだ？このイギリス野郎って言うんだ。ほら、ベビーカーから降りてきたんだろ？親が子供にそうするように促したら、家の中で立ってるんだろ？ああ、なんてこった。お前の仲間はどうやって自殺したんだ？一体何があったんだ？俺が、そこに着く前の話だ。武器庫から銃を取り出して、弾を装填して、頭を撃ち抜いたんだ。個人的な問題がたくさんあったんだ。俺はそいつの名前すら知らなかったよ。それから別の時には仲間の一人が仲間に撃たれたんだ。このバカ野郎。9mm をコッキングするとき、マガジンを外して少し落としていたんだ。だからコッキングしても矢質に弾が入っていなかった。それで面白半分で自分の頭に銃を当ててカチッと撃ったんだ。みんな何やってんだ？それで今度は銃をコッキングしたんだけど、明らかにマガジンを薬室に弾が入るほど落としていなかったんだ。それで仲間を撃ったんだよ。それでハンガーが目を覚ませ。まあ、あれこれやらなきゃいけないんだ。だってなんであんなバカに冷たくするんだよ。なんでみんなそんなことしたのかわからない。なんで？みんなそんなことしたのかわからない。トリックですらない。だって昔はうまくいかなかったんだ。うちの部隊で実際に起こったことだ。誰かがそれをやって仲間の主要動脈を撃ち抜いたんだ。そいつを殺したんだ。いや、他のやつが膝を出して出口の傷口に押し込んだんだ。そうそう。そいつの上に膝をついて出血死を防いだんだ。そしてそいつはいつものスタントを使わずに自分でやったんだ。正直言ってそいつは肺の無駄遣いだったよ。でもそいつはコンバットっていう名前だった。彼は完全に回復してキプロスで再会したんだ。第二大隊はキプロスに駐屯していた。俺たちは向かっていたところだった。1985年にオマーンで砂漠訓練を受けていた時、除隊する前にその男に会ったんだけど、彼は無事だった。腹に銃弾の跡があったけど、撃ったやつがどうなったかは知らない。冷え切って胸が痛かったんだと思う。それで彼は死んだんだ。どうだった？最低銃はどうだった？軍隊を辞めることか、アイルランドを離れることか、どちらでも構わないよ。まあ、いわゆる待機状態はなかった。つまり、さっきも言ったように、香港に行ったんだ。10ヶ月間暴動が続き、10人のハンガーストライキ参加者が亡くなったのを経験したから、まだすごく興奮していた。誰も、そんなことは忘れろ、もう関係ないとは言わなかった。だから、俺たちはすごく興奮していて、攻撃的だった。香港の多くの人や外国人駐在員は俺たちのことを嫌っていた。俺たちがバーに入ってバーをめちゃくちゃにするからさ。酔っ払って、でも軍隊を辞めるのは入隊するより怖いんだ。ほら、3年間契約して2年間オープンエンゲージメントをして最初のハネムーン期間を終えたんだ。軍隊を辞めて、自由だって感じだった。でもその後何をするんだ？仕事はどこだ？
って考えるんだ。それで職業安定所に行っていろいろな職を見て、1985年から50くらいの仕事をしてきた。1日か2日、半日くらいしか続かなかった。そして、くたばれ。お前は自分が正しいことを言っていると思っているのかって命令してくる人たち。つまり、私が軍隊にいたという事実以外に根拠のない傲慢さ、敬意を払えっていう兵士がたくさんいるんだ。そして、孤立、孤独がやってくる。話す相手が誰もいないから、深いうつ状態に陥るんだ。そして、うつ状態になったり、酒をたくさん飲んだり、マリファナをたくさん吸ったりして、また永久薬物に手を出して、結局、あなたと私は喧嘩になった。誰かが私を睨みつけた。何見てんだよ。って感じで、私はそいつの顔にまっすぐ向かった。そして、1985年から1990年の間に、私は腕の長さほどの犯罪歴を持っていて、ほとんどが暴力によるもので、18ヶ月の懲役刑を言い渡された。でも、ありがたいことに、すぐに18ヶ月の懲役刑、2年間執行猶予と言われた。私はその男にキスしたかった。神に誓って、私は刑務所に行くと思っていた。それは、私ともう一人の元スクワッティセットが、この男に対して行った残忍な行為だった。そして、さっきも言ったように、私はそのことで刑務所に入るところだった。だから、そう。いろいろなことがあった。私は結婚して子供を設けた。ケリーを養子にしたので、しばらくの間はまともな生活を送ることができましたが、内面はめちゃくちゃでした。表面上は大丈夫そうに見えましたが、内心はただただ混乱していました。何？どうして出て行ったんだ？出て行くべき時だと分かっていたんだ。直感で分かるんだよ。それに、僕は赤い、つまり体育教官補佐で訓練を受けていたんだ。膝の調子が悪かったんだけど、本当にガリガリと音を立ててしまったんだ。完全に倒れて、靭帯がパキッと音を立てるのが聞こえたんだけど、ちゃんと手当てしてもらえなかったんだ。膝をねじったんだ、と言われたけど、十字靭帯を断裂していたんだ。だから、それ以来、以前と同じ状態には戻れていない。それ以来、右膝の力が完全に回復したことはない。それで、僕はすごく反抗的だったんだ。2、3回スクリット語を話したんだけど、ランスコーポレーションに昇進したんだ。酔っ払ってパグの自動販売機を蹴って捕まったんだよ。タバコの自動販売機のせいでね。いや、パグの自動販売機じゃなくて、タバコをくれなかったから蹴って壊したんだ。それで器物損壊と窃盗で捕まった。買ったタバコだけ取ったのに。それ、で捕まって、すごく反抗的な態度になり始めて、下士官が衛兵をいじめているのを見て、衛兵をかばうようになったんだ。かかってこいよ、この野郎。わかるだろ？それで、捕まってコルチェスターとかに送られる前に、もうやめる時だってわかってたんだ。軍隊のすべてに本当に嫌気がさしてたから。それで、またアイルランドに派遣されることになったんだ。ふざけんなって言ったんだ。つまり、スパイトをやめて、基本的に人生が制御不能に陥っているということですね。そうです。そして30代の頃は、ある程度の正気を保つことができました。幼い息子ダニエルが月曜から金曜まで私の家に泊まりに来て、週末はタクシーの仕事をしていました。ダニエルは母親の家に泊まりに行っていました。彼はたくさんのサポートが必要だったので、一緒に泳いだり、サッカーをしたり、サイクリングをしたりしていました。だから、毎日この息子に集中することができました。自分の子供を持つまでは、愛が何なのか本当にはわからないものです。それである程度バランスを保つことができました。しかし、40歳になる頃には、車輪は完全に外れてしまいました。エクスタシーとコカインに手を出し始め、3回、4回と激しい乱用を繰り返しました。ダニエルはほとんどの場合、母親の家に泊まっていました。私は精神的にメガの面倒を見るのに適していませんでした。基本的に私は完全に精神的に崩壊してしまい、それが約7年間続きました。46歳か47歳になって、ようやくそこから抜け出せ始めました。でも、自分に何が問題なのかわかりませんでした。いつも、この真っ黒な深淵に落ちていくような感覚が続く理由がわかりませんでした。そして、私がベテランズ・フォー・ピースに参加するまでは、Facebook を見ていたら、元 SCES の男性が、オックスフォード大学で女王と国のために戦うことがなぜ良くないのかについて話しているという投稿がポップアップ表示され、それがベン・グリフィンでした。それで、私はそれを見て、この男性の言うことすべてに拍手を送り、
ベテランズ・フォー・ピースのサイトに行って電話をかけました。ベテランズ・フォー・ピースに参加したいと伝え、その電話の2週間後にロンドンでギグがありました。パフォーマンス詩人として活動を始めたからです。つまり、私はある部分から次の部分へといろいろと変えながら活動していました。でも、それで私はベテランズ・フォー・ピースに加入しました。でも、私が試作を始めた理由は、80年代後半に怒りのコントロールのセラピーを受けなければならなかったからです。そこで、感情を行動に移すのではなく、書き留めるようにアドバイスされました。それが詩の形を取り始め、基本的に書かれた言葉、スポークンワードの詩が私の救いでした。つまり、集中して何かをすることができたのです。そして、ベテランズ・フォー・ピースに加入したことで、私にとって無数の扉が開かれました。それで、最初にロンドンでベンに会いました。彼はライブを見に来ていて、私たちはパブの外で1時間近く話しました。それで、私はベテランズ・フォー・ピースのメンバーになりました。SP、あなたに2つ質問したいことがあります。まず、あなたは落ち込んでいる瞬間がありましたか？薬物やその他諸々で、あなたの精神状態は悪化しています。薬物は明らかに役に立っていません。あなたは兵役経験だけでなく、子供時代からのトラウマをすべて抱えています。ちょっと待って、自分に優しくしないといけないと思ったのはどの時点ですか？そういう瞬間はありましたか？ひらめきの瞬間はありませんでした。啓示もありませんでした。鏡を見て、そこに映る自分に嫌悪感を抱くという、徐々に目覚めていったのです。そして、ある時、パブに行こうとしていた時のことを覚えています。月曜日の午後で、コカインの袋を持っていて、コカインを2回大量に吸いました。これはパブに行く前の家での私です。パブに向かって歩いていると、コカインを飲み込むたびに喉の奥で味がして気分が悪くなりました。パブには行けない。ここで吐く。と言いました。その後、コカインを数回試しましたが、体がそれを拒絶し、嘔吐し始めました。自分のエゴが許す前に体が支配権を握ってしまったと思いました。それでコカインをやめなければならず、それはつまりお酒をあまり飲めなくなったということです。つまりどういうことかわかりますよね。それに肝臓にも問題がありました。肝臓はどこかで C 型肝炎に感染していました。つまりアルコールは肝炎とアルコールを処理しようとしている肝臓を通過していました。身体的に私は非常に悪い状態でした。それで2010年に50歳で警告を受けました。私は実際に感染した C 型肝炎を治療してくれる医師との予約を守ることができました。そして私の生活の仕方のせいでたくさんの予約をキャンセルしてしまいました。そしてインターフェロン治療を受けることに同意しましたが、それは残酷でした。化学療法のようなものです。インターフェロンって聞いたことありますか？あなたも聞いたことありますか？私はこの番組に出演していた48週間、インターフェロンを服用していました。週に1回注射して錠剤を服用しなければなりませんが、これは体に本当に悪影響を及ぼします。人生って不思議なものですよね。もし C 型肝炎にかかっていなかったら、今は治っています。インターフェロンが効いたおかげで、おそらく飲みすぎて死んでいたでしょう。だから、人生ってそういうものなのかもしれません。インターフェロンが私を救ってくれたんです。今でもお酒は飲みますが、以前ほどは飲みません。体が許してくれないからです。3缶で十分です。それ以上飲むと、翌日には死んでしまいます。ベン・グリフィンについてお話ししましょう。でもその前に、スパイク、彼が話すのを聞く前に、イギリス軍とあなたが果たした役割を振り返って、どうやってその結論に至ったのですか？私は昔トークラジオでジョージ・ギャロウェイの番組を聞いていました。その番組は後にトークスポーツになりました。私は彼の番組に電話して詩を朗読していました。詩はとても荒削りでかなり初期のものですが、彼は私を警官詩人と呼んでいました。今、私がジョージ・ギャロウェイについてどう思っているかは関係ありませんが、彼について言えることは、彼はとてつもない政治的頭脳を持っているということです。彼は物事をよく知っていて、私は彼の話を聞いていました。彼はアイルランドの状況について話していました。それから私は本を手に取り、アイルランドの歴史や世界各地でのイギリス軍の関与について読み始めました。私たちは子供の頃、
大英帝国は素晴らしいものだと教えられて育ちました。本当に素晴らしいものだと。世界に民主主義を教え、橋を架けたと。でたらめです。私たちはその場所を略奪しました。侵略し、略奪し、植民地化し、殺し、略奪しました。イギリスの支配層にとって、彼らが掲げている肉屋のエプロンではなく、ドクロと骨の旗の方がふさわしいだろう。マレーシアにいる人たちと話していたのだが、彼らはマレーシアでスコットランド公営連隊が犯した残虐行為について話していた。ある男はコールドストリーム公営連隊に所属していて、村人が皆殺しにされた村に出くわし、その虐殺の責任を反乱軍、マレーの自由の戦士か何かに押し付けた。ところが、実際にそれをやったのはスコットランド公営連隊だったことが判明した。つまり、アイルランドやマレーシア、ケニア、南アフリカ、最初の強制収容所、すべてイギリス人がアボリジニに行ったこと、オーストラリア、ヨーロッパ人がアメリカ大陸の北部、南部、中部で行ったことなど、あらゆる場所での残虐行為は、ただただ膨大な流血の歴史の羅列であり、誇れることは何もない。右翼の狂人たちは、どの国もあれこれやってきた。と言うけど、そんなことはどうでもいい。でも、それを誇りに思えなんて言わないでくれ。この愛国心なんて全くのナンセンスだ。ほら、私は自分を社会主義者だと思っている。だから、私は働く人々のことを気にかけている。ドイツ語を話そうが、アルゼンチン語を話そうが、アイルランドなまりだろうが気にしない。スコットランドの独立には全面的に賛成だけど、スコットランドの保守党員とは決して共通点がない。イギリスの社会主義者とは常に共通点が多いんだ。だから、私の政治的立場は、歴史的にどうだったかは知らないけど、この現代では、ある国が別の国を侵略するとき、どんなに疑わしい偽りの理由だろうが、大量破壊兵器だろうが、そういう類のあらゆることに対して、私はそれらの国々の間に恨みがあるとは思わない。私はそういう人たちは社会病質者で、裕福な血筋で、銀行家一族で、イギリス人でもアメリカ人でもイスラエル人でもない人たちだと考えています。彼らはシオニストで誰なのかは知りません。外交的に振る舞おうとしているわけではありません。本当に。私の理解では、そういう人たちはどこからともなく来た人たちです。そしてよく、ユダヤ人のことですかと聞かれますが、私は、いえ、ユダヤ人のことではありません。と答えます。なぜなら、私はイスラエルに2回行ったことがあり、素晴らしい人たちに会ったからです。旅をしていると、地球上で出会った中で最も親切な人たちに何人か会いました。ヒッチハイクしたり、ヒッチハイカーを乗せたり、実は面白いことに、ヨルダン川西岸でイスラエル人のヒッチハイカーを乗せたのですが、彼は本当にいい人で、私の親友、つまり私の兄弟はユダヤ人で、今まで会った中で最もいい人です。だから、私はそれがスケープゴートとして使われているのだと思います。つまり、ブックショーを本当にコントロールしている人たちを批判できないようにするためです。彼らはこの反ユダヤ主義的なものを投げつけますが、それは闘牛士がマントを広げると牛がマントを攻撃しますが、男は無事なのと同じだと思います。こいつらは全世界を互いに敵対させて、国籍カードや愛国心とかその他諸々を使っていると思う。人間の脳をいかに簡単にプログラムできるかは我々自身の経験から分かっている。軍事訓練を受けた時のことだ。つまり私が軍隊に入隊した時は姉が3人と弟が1人いて、ごく普通の男だった。5週間の集中訓練の後、5週間の休暇でグラスゴーに帰った時のことを覚えている。週末の休みが許されたのだが、私の変化は衝撃的だった。夜間まで歩いて行って、夜間にお湯を沸かす時も、行進して気をつけの姿勢をとって夜間にお湯を沸かす。家の中を歩き回って行進して気をつけの姿勢をとって右に曲がったり左に曲がったりしていた。姉たちや弟、母は、この男に一体何が起こったんだという感じだった。父は
理解していた。彼は元海軍だから何が起こっているのか分かっていた。そしてそれはたった5週間後のことだった。5年後や25年もいる連中がどんな感じか想像してみてくれ。ああ、お気の毒に。軍隊にいる期間が長ければ長いほど、除隊後に再適応するのが難しくなる。神様。私は同窓会に行ったことがない。何の意味があるんだ。旅団のネクタイとブレザーを着たくはない。メダルはとっくに捨てた。ガラクタの山だ。金持ち野郎どもを金持ちにするために命を危険にさらしたことに対する光るペニーと頭を撫でられるだけ。私たちは、戦没者追悼記念日について話すことができる。私は平和のための退役軍人のための上院議員のところへ行って、3人ずつ並んで歩いていった。もちろん行進はしませんが、いつも最後尾に回されます。元兵士がセニットで白いポピーの花輪を捧げる姿を国民に見られたくなかったからです。死者への敬意を欠く行為だと考えたのです。確かに敬意を欠く行為です。要人や王族、戦争で金儲けをしている連中が集まってくるのですが、その偽善はひどいものです。ポピーをつけた羊のような連中が集まって、自分たちの自由と民主主義のために戦った人々を偲んでいると思っているようですが、それは基本的に嘘です。なぜなら、今、その自由と民主主義はどこにあるのでしょうか。チャーチルがいなければ皆ドイツ語を話していたという人もいますが、ドイツは戦争に負けたのになぜ皆英語を話さないのでしょうか。私の言いたいことがわかりますか？何もそれほど変わらなかったでしょう。ナポレオン戦争からアメリカ独立戦争、南北戦争に至るまで次から次へと戦争が起こってきたが、それらは全てあなたが今話した私たちが決して目にすることのない人々によって仕組まれ強制されてきたのだ。そして彼らは自分たちのために下準備をさせ、女王と国のために戦っているという幻想のもとに大衆から兵士を募った。君たちは自分の国のために戦っているのではなく、その国の体制のために戦っているのだ。金持ちのために戦っているのだ。軍隊は全て金持ちの略奪の共犯者だ。そしてこれを見ている多くの人々、特に武装した元兵士や超愛国者、右翼が私を裏切り者と呼ぶだろう。だから私は同胞に対する裏切り者ではない。人類に対する裏切り者でもない。平等に対する裏切り者でもない。私は人間性という場所から来たのであって、軍事ロボットではない。そしてそれが私の第二次世界大戦についての基本的な理解であり、おそらく主流派とは異なるでしょう。いえ、そうではありません。私たちがかつて主流派と呼んでいたものがもはや主流派ではないと思います。ますます多くの人がデタラメだと気づいていると思います。デタラメを見抜いているのです。全くその通りです。私が今会う人は皆、以前は何か疑問を抱くと、まるで追放された人のようでした。愛国心がないと思われていました。そして今は、もしあなたが真の愛国者で、心から自分の国民や家族や子供を愛しているなら、私たちをこれらの戦争に送り込み、そこから利益を得ている愚か者たちが誰なのかを疑問に思うべきだと人々は気づいていると思います。そうです。全くその通りです。第一次世界大戦で臆病者と呼ばれ、家族やコミュニティから阻害された良心的兵役拒否者が白い羽を送ったのにどれほどの勇気が必要だったか想像できますか？だから当時もそういうことが起こっていたんだけど、今はソーシャルメディアのおかげでメッセージをより多くの人に届けられるようになった。でも彼らはソーシャルメディアも検閲するから、私たちはそれを続けなければならない。彼らはあらゆる方法で真実を検閲するから、私たちは他の手段を見つけなければならない。彼らは今この CO の状況でそれをやっている。つまり彼らは人々を検閲し、真実が語られることを許さない。主流の物語、公式の物語に耳を傾けなければならない。そう。始めると、学べば学ぶほど歴史がひっくり返ってしまう。賢いのは、彼らは自由に関するものさえも利用して、あなたを奴隷のままにしておくことだ。つまり、人々は歴史は勝者によって書かれるといった表現を使う。これを言っている人たちは、歴史は勝者によって書かれるとは信じていない人たちだ。わかるかい？
彼が説明しようとしているのはそういうことだ。歴史は正しいことの正確な表現ではないと私は浸透を感じています。歴史は経済的な面だけでなく、権力の面でも利益を得ている人々によって書かれ、世界を抑圧された状態に保っていると思います。歴史を書いているのは彼らだと思います。では、あなたは誰の歴史を信じますか？白人の歴史、黒人の歴史、アイルランド人の歴史、インディアンの歴史、アボリジニの歴史。歴史を見ればわかります。私はいつもニューヨークでの出来事について話します。数字は言いたくないんです。そうすると、YouTube に動画がフラグ付けされてしまうからです。でも、私がニューヨークでの出来事について話すとき、みんな私が何を言っているのか分かっています。勝者。彼らがあなたに信じさせたいのは、あなたが努力しても実現できないような全く奇妙なシナリオです。あなたと私がよく知っている非常に現実的なシナリオとは対照的です。ほれ、こういう社会病室者をさらに金持ちにして、爆弾や弾丸や銃を撃って、中央銀行システムとかそういうものを維持できるような世界で権力闘争を生み出すようなやつだよ。でも私が言いたいのは、歴史は勝者によって書かれるって知ってるかって人に言うと、ああ知ってるよ知ってるよって言うんだけど、それからいや知らないよ、理解してないよってわかるようなことを言うんだ。彼らはプログラムされたことをそのまま繰り返すんだ。これが私が言いたいことなんだ。これが私が言いたいことなんだ。時々レンガの壁に話しかけているようなものだよ。私が言っていることがわからないのか？ほら、例えばチャーチルを見てみろ。彼は史上最高のイギリス人として崇められている。あの男はサイコパスだった。彼はウェールズのストライキ中の炭鉱労働者を射殺するために兵士を送ったんだ。彼はより良い待遇を求めていた労働者階級の不安を鎮めるために海に戦艦を配備した。そしてグラスゴーの町に戦車を配備した。そしてクルド人に対して化学兵器を使うことにも全く抵抗がなかった。そして彼の命令、指揮の下、400万人のベンガル人を死に至らしめた。それなのに彼は尊敬すべき人物として崇められている。私には理解できない。シリアのホワイトヘルメットの時と同じだ。化学兵器攻撃を受けているはずの人々がゾンビのように歩き回っている写真を投稿したが、化学兵器に当たった人は悲鳴を上げ、皮膚が溶け落ちるだろうから演技が非常に下手だと誰でもわかる。ああ、神よ。シリア特派員のエヴァ・バートレットの話を聞いたことがありますか？彼女はカナダ人ジャーナリストで何度も何度も嘘を暴いている。エヴァへのリンクをいくつか送ります。彼女は素晴らしいジャーナリストで嘘を暴き真実を伝えています。特にシリアで起きていることについて。私の考えはとてもシンプルです。スパイク、それは歴史に書かれているのですか？はい。では、それは嘘です。すみません。それは完全な嘘です。ニュースで見ましたか？はい。すみません。それも完全な嘘です。それだけです。私が精神教育を受けているからではなく、私がこれまで見てきた歴史、私が子供の頃に教えられたことはすべて完全な嘘だったことが判明したからです。そして、それだけではありません。私はいつも人生は一度きりだと強く信じています。盲目的に生きていきたいですか？この美しい惑星で盲目的にトニー・ブレアやジョージ・ブッシュのような人たちが信じさせたいことを信じて、たった一度の人生を過ごしたいですか？私には理解できない。ない。私。あの人は賢い人間ではないけれど、明らかに邪悪で貪欲で良心のかけらもない臆病者たちがなぜ自分の子供たちに教えさせようとするのか理解できない。スパイク、私には理解できない。私は彼らが完全に盲目だと言ったのが好きではない。盲目な人たちだ。私は国旗に目がくらみ、国家に耳が聞こえないような愛国者と呼ぶ人たちのことを思い出す。ベルファスト出身のユニオニストの女性と話した時のことを覚えている。
彼女の夫は私の本を印刷してくれていたのだが、私が王室を批判していたら、彼女は、女王がいなかったら私たちはどうなっていたでしょう、と言った。そのレベルの洗脳は、彼女の生涯で消えることはないだろう。彼女は完全に条件付けられている。原理主義的なキリスト教徒、イスラム教徒、その他何でも、極端なことを信じている人たちと同じように、もし私が原理主義的なキリスト教徒に、イエスの母は処女ではなかったと言ったら、彼らは激怒するだろう。認知的不協和が起こります。彼らは自分が信じるように育てられてきたことが絶対的な真実だと信じています。そして、その幻想を打ち砕くと、怒りの反応が返ってきます。人々は騙されたり嘘をつかれたりしたとは信じたくないので、そういう反応が返ってくるのです。彼らは自分たちを代表していると思うものを信じたいのです。それがどういうわけか、自分たちを定義していると思っているものを信じたいのです。私が思うに、そしておそらく私も最初はこうだったと最初に手を挙げますが、人は生まれた時から自分の周りに構築されたフレームワークを持っていると思います。そして彼らが年を取ると、それは彼らの人生の物語のようになります。それが彼ら自身であり、彼らのアイデンティティであり、彼らが世界を理解する方法だと信じています。そして彼らのフレームワークのある側面が間違っていると指摘されると、彼らは少し怖がると思います。怒りがこみ上げてきて、恐怖が襲いかかり、よくもそんなことを。変だよ、相棒。プログラミングって変だよね。うん。ガンジーが言ったように、世界で見たい変化をまず自分が起こせってことしかできないと思う。つまり、基本的には自分自身の真実を見つけて、その真実に従って生きるしかないんだ。そして、もし人があなたの話を聞きたいなら、聞いてくれるだろう。でも、真実を受け入れる準備ができていない人もいる。あなたが言ったように、彼らは人生を通して非常に強く洗脳され、プログラミングされてきたから、あなたが、例えば、私がキリスト教徒にマリアは処女ではなかったと言ったら、彼らは気が狂ってしまうだろう。ほら、どこかに光る石があって、人々がそれを神聖なものだと言って、世代から世代へとその光る石を神聖なものとして扱わなければならないとしよう。もし誰かがそれを汚したり傷つけたりしたら、石に何をしたことになるんだ。ほれ。ブライアン・モンティボンの映画で、ジョン・クレイがサンダルを掲げているように、これは兆候です。これは兆候です。ほら、私たちは皆必死にリーダーを探していて、とても賢い人です。私が人々に説明しようとしているのは、世界で起こっていること。そしてそれは太古の昔からずっと続いてきたことです。虐待的で抑圧的な関係に身を置いたことがありますか？そして特に女性はイエスと答えるでしょう。彼女たちはお金、誰と話すか、誰と出かけるか、何を着るかなど、あらゆることを指図する嫉妬深い支配的な人が人生にいたのです。それを世界規模で想像してみましょう。そしてごく少数の人々が恐怖で全人類を支配しているのです。それがそのやり方です。分断して支配するのです。私たちをお互いに怖がらせるのです。黒人、白人、アジア人、カトリック教徒、プロテスタント、イスラム教徒、キリスト教徒、ゲイ、ストレート、女性、男性、背の高い人、背の低い人、赤毛の人、障害者。彼らはそれを混沌からの秩序と呼ぶでしょう。彼らは町の人々がお互いを攻撃するように仕向け、自分たちは上空でそれを笑いながら、自分たちは、そうすることで経済的に豊かになると思っているが、そこから力を得ていると思っている。彼らはそれを理解していない。デイビッド・アイクが言うように、彼らに力を与えるのをやめろ。しかし、多くの人がマトリックスに同調していて、脳を開いたり、目を開けたり、自分の可能性に心を開いたりすることを望まないとき、どうすればいいのだろうか。彼らはお互いや地球に提供できるものがもっとたくさんあるのに、ロボットのように従順に従いっている。私たちが経験しているこの暗黒時代は、最終的には私たちを啓蒙へと導くかもしれないが、私たちの生きている間にはそうではないと思う。ジョージ・カーリンの引用でこれを見た。実際に彼が言ったかどうかはわからないが。彼はこう言った。平均的な人がかなり愚かだと想像する。と、
地球上の 50% 以上がそれよりも愚かだと考えてください。それはジョージ・カーリングが言いそうなことですね。ビル・ヒックスもそうでした。彼は素晴らしかった。たくさんの預言者がいては去っていき、メッセージを伝えるためにコメディアンに変装しなければならないこともありました。コネリーもそうしました。でも、ジョージ・カーリングの件は、彼はただ、見せ物小屋の傍観者になろう。内側の席に座ろうと言っただけだと思います。アメリカに住んでいると、見せ物小屋の特等席に座ることになります。そして、あらゆる選挙で投票してきたサイコパスたちの話を聞くと、それはまさに見せ物小屋です。バラク・オバマが大統領になった時、私は素晴らしい、最高だ、黒人の大統領だ、世界が変わるかもしれない、と思いました。何も変わりませんでした。彼はただの操り人形です。そして、コービンが当選していたら、同じことが起こっていたかもしれない。JFK のように排除されるか、超富裕層を守るためのルールに従う圧力に屈したかのどちらかだっただろう。もちろん彼はそうしただろう。さて、スパイク。これは私が聞いている人たちが人生の真実を知るのに役立つことを願って言っているだけなのだが、それは本当に単純だ。彼らは政治家か？そうだ。では、彼らは操り人形だ。それが政治家の役割だ。英雄になることでも、エリートになることでも、国民のために良いことをすることでもない。いや、政治家は支配エリートに仕える。それが彼らの全てだ。それは、サッカー選手を捕まえて、なぜ先週肉屋で肉の塊を出してくれなかったんだ？というようなものだ。そして彼は、だって俺はサッカー選手だから、という。私はそれで満足しない。君ならそんなことはしないだろう。君は、彼が君を見て、おい、君は完全に思い違いをしている。俺はサッカーをする。それが俺の仕事だ。と言うだろう。政治家は、社会病室者に権力を与える。君は彼らをサイコパスと呼ぶ。私は社会病室者と呼ぶ。なぜなら彼らは知らないからだ。彼らは愛を理解していない。愛を知らないから理解できないのだ。そうだろう？だから、私にとっては物事がとてもシンプルになる。そうすれば世界全体がどうなっているかがわかる。人生の様々な分野で誤った期待を抱くのをやめれば物事は本当にシンプルになる。彼は政治家か。素晴らしい。それなら彼は君を憎んでいる。君を憎んでいるか。あるいは彼らは君や君の家族を憎んでいる人々を代表している。ニュースで見たか？はい。それならそれは真実ではない。基本的に、それが結論だ。公式の物語に従うと、基本的にくだらないことで自分を苦しめることになる。そして、それはここ数ヶ月だけでなく、私たちの生涯、そして私たちの親の生涯を通して明らかです。何千年も続いています。分割統治、分割統治。そして、あなたを守るために働く病んだ人々、つまり軍隊や警察に囲まれることになります。そして、それはメリーゴーラウンドのようなものです。ぐるぐると回り続けます。各世代は金持ちのための砲弾の餌食になるだけです。しかし、誰も人間が正しいことをすべきだとは言っていませんよね。つまり、私たちは人類を救い、地球を救うことについて話します。もしかしたら、そうすべきではないのかもしれません。もしかしたら、私たちはあまりにもひどいので、すべてが手押し車で地獄に向かっているのかもしれません。そして、私は、それに対する魔法の答えはないのかもしれないと思います。ジョージ・カーリンが言ったように、彼は座って世界が燃えるのを見ているのかもしれません。彼は大笑いするだろう。なぜなら、基本的に、私が世界を見るのと同じように見えるかもしれないからだ。私たちは、この非常に短い人生でどのように進化するかを見るための実験なのかもしれない。ジェームズの書には、人の人生は朝霧が正午には消えるようなものだと書いてあると思う。そして、それは全く正しい。自分が60歳だなんて信じられない。一体どこで、どうやって、彼は、そして私たちは、この人生で進化するためにここにいるのだと思う。そして、私は、少なくとも、偏見や憎しみや怒りにとらわれることなく、悟りを開き、意識を研ぎ澄ませて死にたい。私は最善を尽くした、人間として進化した、と知りたい。仏教の輪廻転生を信じるかどうかはわからない。私自身は特に理解していない。死んだらどうなるのかわからない。私たちはただ死ぬだけなのかわからない。
それとも私たちはただより高度な知性を持つ存在になるだけなのか、わかる？人類について話すことさえ難しい。宇宙人にどう説明する？もし超知能の存在がやってきて、よし、スパイク、人類について教えてくれ、と言ったら、私はどこから始めればいいんだって思うだろう。どうやって終わらせればいいんだ？どんな結論に至ればいいんだ？スパイク、自分自身に説明しているのに、どうやって他の人に説明すればいいんだ？でも何が素晴らしいかわかる？説明しようとしたくないんだ。気にしない。人々は輪廻転生とか神とかについて話すけど、つまり人は自分の人生で起こらない限り好きなことを何でもできるんだ。好きなことをすればいいんだ。個人的には、この惑星はとても美しいと思う。今、窓の外を見ている。外は素晴らしい。そうだろう。それで私が気にしているのはそれだけです。宇宙は素晴らしい。惑星も素晴らしい。そんなに小さい必要はない。ちっぽけだ。太陽から3番目の小さな岩。そう。雲の上に座っている男に操られているのか、来世で豚になるのか、などと時間を無駄にして考えたくない。もし、証明できるなら素晴らしい。証拠を持ってきてくれ。できないなら興味ない。わかるだろ？そうだ。もし天国が偽善的で理屈っぽい嫌な奴らでいっぱいなら、そこには行きたくない。誤解しないでほしいが、私は哲学的な側面、つまり私たちは何者なのか、何なのか、私たちはコンピューターのシミュレーションなのか、といったことは大好きだ。そして、そういうのは全部好きだけど、私が知っている唯一の事実は、私は炭素分子でできているということ。私は生命であり、生命を経験しているということ。だからほら、石ころが2つあったとして、名前やアイデンティティをつけて、これを昼食に連れ出すなんてことはしないでしょう。ただの炭素分子で、これもただの炭素分子だというでしょう。それで人間はどういうわけか自分たちが超特別だという妄想を抱いています。でも私たちは特別ではありません。いえ、違います。でもほら、人生の秋を迎えた今、人間としてできることは秋に入ったばかりの私にできることだけだと思います。10年、15年、20年とどれくらい続くかはわかりません。明日を約束された人はいません。明日すべてが終わるかもしれません。でもほら、私はこの人生で学んだことに感謝しています。私は意識を持っています。私は心を開いていて、人類の不条理さや自分たちを分類し、型にはめる方法を見ることができます。それが私たちの伝統です。私たちはそれを続けています。伝統とは何ですか？そしてそれが伝統になる前は何が伝統的だったのですか？つまり、それは全てナンセンスです。私たちはおそらく文献化のような小さなコミュニティに戻って生活すべきかもしれません。それを無政府主義と呼んでも構いませんが、愛と意識のある自治的なコミュニティ、それが素晴らしい文献化です。文献化は良いはずのものを、これらの愚か者の抑圧的なアジェンダを維持するだけのものに変えてしまう OL 的な方法の素晴らしい例です。そうでしょ？なぜなら、私とあなたにとっての文献化は少し後退して自然とよりつながり、地球を破壊するのをやめて人間関係を元に戻すことだからです。しかし、文献化はこの権力エリートによって政治を文献化するという意味で利用されてしまいました。私の言っていることはわかりますか？政治的な意味での文献化は、あなたが説明しようとしている美しいものとは全く異なる意味を持ちます。ユートピアというものがあるなら、それはユートピアでしょう。先ほども言ったように、私たちがここ数百年、あるいは数千年も経験しているこの暗黒時代は、普遍的な意味で言えば、進化して私たちがなり得るもの、つまり自然とつながりを持った知的な存在になる時代なのかもしれません。地球上で自然とつながっていないのは私たちだけのような種族です。他のすべての種族は自然とつながっています。目的を知っています。生き残る方法を知っています。何を食べなければならないかを知っています。人間は知りません。この地球上の他のどの生物にも人間以外に貪欲さはありません。もし私が人類から何か一つ取り除くことができるとしたら、それは貪欲さでしょう。そうすれば全てが止まります。私たちがなり得る種族になるのです。では
スパイク、最後に言いたいことが2つあります。まず最初に、元 IRA の改心したという言葉が適切かどうかわかりませんが、改心した IRA の職員に会ったのはどんな感じでしたか？それは、2014年のことで、私は当時3月に開催された PCGM の退役軍人の集まりに参加していました。パネルディスカッションでリー・ラビスという男性が話していました。彼は元イギリス兵で、現在はベルファストに住んで働いています。そして彼が話し終えた後、質問はありますか？と尋ねました。私はすぐに手を挙げました。彼は、あなたの活動に関わりたい、手伝いたいし、ベルファストに戻りたいと言いました。ただし、今度は兵士としてではなく、平和の人としてです。そして数ヶ月以内に私は1981年以来初めてベルファストに戻りました。そして私が最初に会った人はパット・マギーという人の講演を聞きに行きました。パットという名前を知っていますか？ええ。私がそこにいた時に覚えていると思います。電話でこの話をしたんだ。パットはブライトン爆弾を仕掛けた男だった。彼は父親を殺されたジョー・ブライトを話していたんだ。アンソニー・ブライが殺されたんだ。彼は保守党員で殺された。彼女はなぜこの男が自分の父親を殺したのかを知りたがっていた。それで30年前にイギリス兵に父親を殺されたこの男と話をするように勧められたんだ。もちろん私はそれまでこんな経験はしたことがなかったし、ちょっと言い争いになった。それからベルファストに長くいたリーが仲裁に入ってくれて、結局パットと座って話すことになった。そしてなんて素敵な人だろうと思ったんだ。なんて素晴らしい人間で人間味にあふれているんだろうって。それに彼は兵士だったし、命令を受けてイギリスの保守党を倒すという命令に従ったんだ。保守党は彼の民族の敵だった。それはわかる。でも、彼自身の言葉によれば、彼は過去に葛藤を抱えているんだ。まあそう思わないわけがないでしょう。私は幸運にもこれまで人の命を奪ったことはありません。何度か危ない目に遭いましたが、幸いにもそうはなりませんでした。パットや人を殺した元イギリス兵のように罪悪感に苛まれることはありません。20歳の時の気持ちと50歳の時の気持ちは違うので、罪悪感は重くのしかかります。モハメド・アリが言ったように、20歳の時と50歳の時で考え方が違うなら、人生の30年を無駄にしたことになります。私は2度人を殺す機会がありました。それは明らかにベルファストでのことでした。皮肉なことに、軍隊にいた時は人を殺すことだけを望んでいました。それが自分の仕事であり、そうすれば完璧な兵士になれると思っていたからです。人を殺せるなら、それが訓練されたことだと思っていました。イエス・キリスト。もし私がそんなことをしていたら、今ここにはいなかったと思うよ、相棒。だって私の体重は今と同じくらい重いんだから。市場で男の顔に装填済みの SLR を突きつけたのを覚えてる。彼は私に飛びかかってきた。誰かが死んでいたので、私たちは彼の家を追いかけ、私は彼のドアを蹴破った。彼はナイフを持って私に飛びかかってきた。私の顔をかすめただけで、数秒後には彼の顔に2丁の尖った SLR を突きつけていた。私はナイフを落として、お前のクソ野郎の頭を吹き飛ばしてやった。引き金を引く寸前だった。後ろを見ると、彼の兄弟が彼の後ろに立っていた。部屋の奥を見ると、彼の両親がテレビを見ていた。想像できるか？私はそれを撃った。もし私がその少年を殺していたら、今ここであなたと話していることはなかっただろう。私の人生は全く違う道をたどっていただろう。私はそれに耐えられなかったと思う。そして彼の家族の両親がそれを目撃したら、どんな影響があったかわかるでしょう。でも私は今人生の段階にいます。クリス、私はあなたより10歳年上です。私は60歳、あなたは50歳。私は26歳くらいですが、ただ年上に見えるだけです。でも私はどこにいるのでしょう。今でもフラッシュバックがあり、暗い気分になることもありますが、どうすべきかは分かっています。今はそれに反応しません。ただ家に帰って、カーテンを閉めて、ビールの缶を開けます。明日は新しい日です。でもせいぜい言えることは、過去に起こったことはすべて、今あなたが見ているこの人物への踏み石だったということです。そして、それは私が人生のこの地点に到達するために不可欠でした。生まれた時から学ぶべきことはほぼ学んだと思います。学ぶことは決して終わらないので、学ぶべきことはたくさんあります。年をとってこれができなくなった時にどう対処するかを学ばなければなりません。以前できたことの半分もできなくなってしまったけど、それも人生の一部なんだ。それに子供の頃、軍隊、
学校、いじめっ子たちから奪われた人間性を取り戻すために人間として最善を尽くしてきたと思う。本当の自分、人間としての自分を再発見できた。基本的にはそういうことなんだ。君はよくやったよ。君は他の人たちに光を当てていると思う。まあ、この人たちは僕に光を当ててくれたからね。だから、そうだね。そうだね。もしそれが僕の使命なら、僕はそれを受け入れるよ。クリス、一日中受け入れるよ。本当に素晴らしい会話だった。2時間近く話したね。あなたのメッセージを気に入ってくれたり、共感してくれたりした人は、どうすれば参加できますか？そうですね。退役軍人平和協会に参加するとか、Facebook で私に連絡してくれればいいんです。誰とでも何でも話しますよ。もし彼らが変化を受け入れる心構えがあり、私には理解できない、私に何が起こったのかと言える心構えがあるなら、もし彼らが軍事訓練や学校教育の陰湿な性質を理解したいと思っていて、心を開いてくれるなら、私のような人、あなたのような人、ベンのような人、ここにいる人たち、そしてそれを経験して受け入れることができた人たちと話してみてください。そうすれば私たちはそれを処理して自分たちが経験したことを理解することができます。最後にあなたの死について聞かずに終わるのは公平ではないでしょう。人々はあなたの死をどのように見ることができるのでしょうか？ YouTube チャンネルなどをお持ちですか？YouTube チャンネルを開発中で YouTube にどんどんコンテンツをアップロードしています。でも、スパイクプリットという Facebook ページがあります。そこに行ってメッセージを残してください。そして残念ながら現在 Amazon でのみ販売されている本が5冊あります。Amazon は私の好きな会社ではありません。税金はかかるけど別の出版社を探さないといけないし、これまで本は Amazon か Facebook か地元の書店で手渡しでしか売ったことがないんだ。出版社の人が引退する前に言っていたんだけど、ジョーダンみたいな顔を本に載せれば何百万部も売れるって。人はそれくらい簡単に華やかさを求めるんだよ。もし人々が自分の内なる悪魔とどう向き合うかを理解したいなら、あなたが言ったように、それは美しく表現されているから、そう、書き留めて、他の人の詩を読めばいい。今はシェリーを読んでるんだけど、美しい詩人で素晴らしい。だから、人生の理解を深めるのに役立つ本を読んだり、例えば、徳経を読んだりできる。聞いたことある？中国哲学の本だよ。買えるよ。うん。ウェイン・ライヤー博士のダウの解釈を読んだよ。もうボロボロだけどね。13年も持ってるんだ。何度も何度も読んだよ。81章にわたる絶対的な常識だ。そして世の中にはそういう役立つものがたくさんあるんだ。人間として成長し、地球に執着するのをやめて、私たちの周りの世界で起こっていること以外にも、外にはもっとたくさんのことが起こっていることを理解する。それで、あなたの著者名は何ですか？Amazon で人々は何を検索しているんですか？スパイク。スパイクパイク。スパイク。パイク。私の名前はマイケルです。でも、軍隊に入って最初の数日間はスパイクと呼ばれていました。紙を2番、1番、2番にすることにしたんです。ちょっと尖っていました。すると、ある男が入ってきて、それは尖った頭だと言いました。でも、その時から僕はスパイクと呼ばれていました。20歳の時から。この衛兵の駐屯地にいました。その人の名前も覚えています。キャザーズ。グレアム・キャザーズ。彼は断層地帯で片足を失いました。かわいそうに。彼が僕にスパイクという名前をつけてくれたんです。そういうわけで、光栄でした。スパイク、あなたは本当に伝説です。本当にありがとうございました。ご貢献に感謝します。いずれにしても連絡します。できれば、一緒に少し撮影したり、そういうことをできたらいいですね。もちろんです。そして、今年中にデリーへの絵画旅行を予定していて、できればあなたも来てほしいです。ぜひ行きたいです。絶対に。これは僕にとって15回目の旅行になりますから。15回目の旅行は3月にキャンセルされましたが、それで、あなたが敵だと言われている人たちと話して、それが私の敵ではなく、私の兄さん、妹だよ。僕たちの
視点からすると本当にたくさんのことを学んできたんだ。幼い頃に教わったことの一つは、父が家でドラムを叩いていたことだと思うんだけど、それが本当に僕の人生を通して真実だったんだ。父は、クリス、コミュニケーションが全てだって言ってた。全くその通り。人間同士のコミュニケーションは全てだ。だから、それが僕の学習に対する考え方なんだ。人とコミュニケーションを取らないと誤解が生じる。曖昧な部分、グレーゾーン、ブラックゾーンが生じる。すべての情報が揃っていなければ、どうやって自分の考えをまとめることができるだろうか。どうやって解決策を見つけ、次の世代、あるいは次の世代のためにより良い未来を見つけることができるだろうか。全くその通りだ。ああ、クリス、素晴らしいね。じゃあ、また後で話そう。乾杯。楽しみにしてるよ。こんにちは、友よ。お元気でいらっしゃることを願っています。私の名前はクリス・アールです。元イギリス海兵隊コマンドです。そして、私は慢性的なトラウマと依存症から立ち直り、7大陸80カ国で生活し、働き、旅をし、その過程で夢と目標を全て達成しました。今では私のシンプルなシステムを他の人に伝えていますが、あなたが気に入って購読してくれなければ、私はあなたを助けることができません。ですから、ぜひそうしてください。人生は一度きりですし、正しく生きれば一度で十分です。熱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 。